皆さんアローハ皆さんのふとした瞬間の励ましになりたいラウレアタイムズでイーす。エーイ今日は久しぶりに2人の回イエーイでーす。次回のゲストは決まってるんですけれども、そうですね。はい、ちょっとお楽しみですね。お楽しみですね。はい。でも今日は2人ということで、はい。まあいいじゃないですか。22回目だから。22回目だからどういう理論なの ?22 なのあ、そういうことそういうこと。ねえ、ラウレアタイムズ始まって1年が経ちましたね。そうですね、10月からスタートでしたもんね。だったので、はい。うわ、1年ね。今日はね、外はね、雨なんだけれども、気づけば夏も終わって。終わりましたね。急になんかこう肌寒くなってね。今日半袖不正解だったなって思うぐらい。そう思っております。ね、夏はなんかあった？どうでした？そうですね、まあちょっと、まあ去年骨折もあったんで、できなかったサーフィンを今年の夏は結構がっつりやったので、もうこんがり黄金色に、黄金色じゃないわ、小麦色だ黄金色はザ・しおりクオリティサーフィンといえばね、今年オリンピックあったじゃないですか。そうね。だからやっぱちょっとサーフィンね、オリンピック種目になって、そこにもちょっとこういい感じに触発されながら、ちょこちょこ行ってますね。最近行くって聞いてるよね。そうだよね。そうオリンピックといえば、ね、オリンピックのお仕事ね。はい。そう協会の中にね、プロのビデオグラファーの方がいて、でその方がアシスタントを募集してるんだけど、なんかよかったら一緒にオリンピックもしかしたら試合も見れるかもしれないし、一緒にやらないっていうふうに誘ってくれて、最初の初日はね、馬術かなんかを、の会場行って、こういうことですよね。乗馬ってことでね。そう何にも分かんなかったねなんだろう、なんかのレースとか柔道とかだとどっちが勝った負けだってはっきり分かるじゃない。でだけど馬術のやつは基本みんな競技が終わるともう馬にこう抱きついて、よくやったね、やった嬉しいねみたいな感じでみんなやるのだから誰が勝ってるのか何にも分かんなくてそうでもそれはそれでこうみんなこう馬と一緒にね、よくやったね頑張ったねっていう姿を見るのは微笑ましかったね。そういいですね。そう僕が携わらせてもらったのはイギリスのスポーツチャンネルに向けた、なるほど。なんかテレビクルーの人たちで、まあ、レポーターの方がいて、で僕をアシスタントで雇ってくれた方がビデオというかね、その撮影をして、でプロデューサーの方がいてみたいな、で向こうに今日の大会はこんな感じでしたみたいな、でスタジオの皆さんにお返ししますみたいな。そうじゃあもう結構がっつり普通に地上波で流れてるテレビのそう生放送とかもでもあったりして、そう一回面白かったのがその向こうのテレビのライブまであと1分前ですみたいな準備してたら、なんか間違えてこうどっか体の部分が当たっちゃって、こうカメラがこうスタンドからこう真上を向いちゃってでその向こうの現地の方とイヤホンでつながってるんだけど、僕は聞いてなかったんだけど、向こうでその画面がうわって上を向いた瞬間に悲鳴が上がったってわーって言ってなんだみたいなねもうあとちょっとで生放送なのに本当だよね本当だよね。何があったんだろう。真っ暗、そうだね、夜だったから真っ暗になっちゃうね確かに何が起こったんだって慌ててたみたいに、まあ無事その時も放送できた。よかった生放送は確かにビビりますね。そうで、まあレポーターの人がイギリスから来た女性の方でなんかこうセミとかどうなんだろう、イギリスいるのか分かんないけど、でもこうセミの抜け殻とかそういうのってもしかしたらあんまり見慣れないんじゃないかみたいな、でそんな話をしてて、で急に見せたらびっくりするかなっていう話をねして、でその方になんかほらこれ見てセミの抜け殻だよって言ってびっくりするだろうなって僕たちは思ってたら、その方を見た瞬間に何これはなんて美しいのこれは何だよみたいなもう興味津々でいっぱいオリンピックの会場の外の会場にいっぱいなんかこう木のそばにいて、あそこにこんなにいるのすごいわみたいな全然予想と違うね。確かにいい意味で期待外れな。そうなんか見慣れてる日本の人でさえもなんかちょっとうわ気持ち悪いとか怖いとかなるのに、もう初めて見るその虫の抜け殻にこう感動するっていうね、なんかいい心を持ってるんだな、確
確かにね。そうでね、それで言えばね、もう一個ね、すごい一番僕感動したのは、女子のスケートボード。はいはいはい。結構日本でも話題になってたんだけど、なりましたね。何が良かったかって、みんなこう自分がね一番に、金メダルを取るためにね、こうお互い切磋琢磨をするわけなんだけど、でもその中でもこうトリックを相手の他の人が決めたら、悔しいじゃない、もしかしたら自分は負けちゃうかもとか、分かんないけど相手が失敗したらチャンスがあるとかね、実際どういう思いを持ってたか分かんないけど、でもそこの女子のスケートボードの選手たちは、誰か他の選手がトリックを決めるとめちゃめちゃ喜ぶの。みんなでとか、もう驚くみたいな、やばいみたいな、すごいみたいな、そうで終わった後すごかったねみたいな、相手の選手そうそれをみんながやってて、でそれがもうなんかこう衝撃的だったっていうか、素敵なね光景で、日本人の多分その時世界チャンピオンだった子かな、かなんかが最後のなんかライディングみたいので、でも本当に最後の最後まで完璧みたいな、大技も決めて、で最後着地を決めたらこれ金メダルじゃないかなって、こう僕はあんまり詳しく分かんないけども、それぐらいの演技だったんだけど、最後の着地で失敗しちゃって、で最後泣き崩れちゃって、そしたらなんか2人ぐらいその海外の選手がもうすぐその子のところ行って、でその子のことをこう担いで、一緒に笑顔ですごかったよ、なんかよく頑張ったねみたいな、なんて言ってるのか分かんないけど、そういう雰囲気で、でなんかその子の、最後失敗しちゃったけど素晴らしかった演技を一緒に称え合うというか、感動していることを伝えてて、それが本当に美しかったね。なんか自分の方がこう一番になりたいとか、相手よりもなんかもっとなんだろうな、成功したいとかね、そういうのってやっぱ社会の中にあるじゃない。そうだけどやっぱ相手のことをリスペクトすることとか、相手のいいところを見つけて、しかもそれをこう形にして伝え合うってめちゃくちゃいいなって思って、いい文化だね。そうだからなんかこう今回オリンピックの仕事に関わらせてもらって、それがすごく良かったね、僕の中で。ね、きっとなんかそのオリンピックの試合を見るっていうことももちろん貴重な体験なんだけれども、でもその選手たちの姿が一番自分にとって忘れられない思い出になったなって思ってね、めっちゃ良かった。確かになんか私とかもすごい野球やってたから、こう結構すごいピッチャーやばいらしいみたいな話だけど、こう試合でいざ戦った時に結構調子が悪かったりとかすると、もらったぜみたいな感じにもなるし、ラッキーピッチャー結構今日コントロール定まってないみたいな、やっぱりそういうその勝負事だからあるあるかもしれないけど、こう相手の不幸を喜ぶし、探しちゃうみたいなのは、この世の中にあっても結構やっぱね、ニュース見ても、そうだよね。そうということで、今回は持ち込み企画ということで、いいところ見つけるゲーム、イエーイちょっともうちょい盛り上がって、イエーイイエーイはい、ちょっとですね、しおりはこういうところでもめげないところが素晴らしいですね。これメンタルいいですね、気持ちの問題ですよ。オリンピックのね、和也が一緒に関わったレポーターの方に習ってですね、あるお互い今回いくつかのものを持ってきましたので、そのものを見て20秒以内にガチ褒めベタ褒めするっていう、っていうゲームです。でちょっとお互い聞いて、今ちょっとこっちの方が褒めの上手だったなとかっていうことであれば、将棋の後のなんか感想戦みたいなそうそんな感じでやっていきたいと思います。やりましょう。いいですか？じゃあいきます。まず一つ目はこちらです。パッと見てね。じゃあこう測っときますかね。よーいスタートもうこれがないとねダメなんですよ。いくら素晴らしいパソコンがあったとしても、君がいないと力が出ない。いいね。そしてこの白さ
そしてこのケーブルをこう巻くことのできストップまあでも確かにこれがいないとパソコンは成り立たない。そうですね、そうですね。いや、そこは間違いないです。存在感はありますね。そうですね、はい。そうか、こういうのももっともっと変なの持ってくれなかったな。OK、じゃあはい、じゃあ次高校。じゃあ私の好きなこの人にします。はい、じゃあ用意スタート。はい。もうなんていうこの見てこの並び具合、均等にあんこが並べられているそしてこの上にかかってるソース、またこのツヤ、もう一口これね、ちょうどいい大きさ、このちょうどいい大きさが終了むずいな、意外と難しいな。でもいいですね。何あえてなんていうのこの並びとかいいですね。なかなかみんな普段意識しないね。ね、そういいですね。じゃあ、はい、じゃあ次どんどん行きましょう。どうぞ。いきますよ。はい、よーいスタート。テープ緑色、なかなかレアキャラじゃないか普段は白か黒か茶色か緑色。しかもこれは養生テープということでね、壁を傷つけないけれども補強してくれる、支えてくれる大事な存在ですね。いやー、ストップ第一声テープそうだよって感じでしたけど、なんか予想外のものだな。いやそうだよね。じゃあ、どうぞ。うわ、これは見てください、こっち光っている。これはスマホの充電器かな。スマホの充電器ですか。そうですね。もうこれはソーラーパネルになっていて、太陽をこうやってやったらできる。この形もいい、落っことしても大丈夫そう。そしてこれなんといってもこのライト、こうやってやったら漏れる終わり終わりごめん、なんか見ちゃった終了素晴らしい。難しいですよ。素晴らしい。じゃあ私の最後。じゃあいきます。よーいスタート。おお、君は何だいあれだね、お花がよく似合いそうだ。お花はね、あったらいいけどね、支えてくれるものがないとダメね、水を常に与え続けてくれるもの、存在がいないとダメ。確かにストップです。大事だよ、大事だ大事だ存在自体がもう大事だから、ね、存在がね、くそー、言いたかった感想戦で。じゃあ、最後、来いや。じゃあどうぞ。わあ、なんて美しいこの4つの束。そしてちょっと傷があるかもしれないけれども、これは何かに当たって傷がついてしまったのかもしれないけれども、この傷によってこの甘さがこうさらに増し加えられるという、この傷も全て益とされる。そしてこのギャバが入っているこの血圧が終了ですはい、ということで、じゃあ感想戦を。はい、感想戦を。はい。これはすごい感動しました。確かにパソコンがあっても、どんなにパソコンあっても充電器ないと電気は供給できないですもんね。そうですね。バッテリーがね。そうですね。僕この花瓶、言いたかったのは、あなたがいるから輝けるものがある。確かに人を喜ばせることができるものがあるっていうね。花瓶を見てそんなことを考えたこともなかった。確かにそうですね。じゃあ私も言いたかったのが、このバッテリーちゃん。普段家にいたら使わない。だけどやっぱりもしもの時、
でももしもってあんまり考えないし、だけどもしもの時にいてよかったなって、なんかこうメインではないけれども、本当過敏じゃないけど、こうメインじゃないんだけれども、本当に必要な時にいてくれてありがとうってなるっていう、そうだね、すごい尊い存在だなっていう。いや、いいですね、いいですね。ちょっと傷があるからどうっていうのはちょっとよくわかんないいやでも傷ついても諦めずみたいな、そう、その傷すらね、甘いっていう。傷すらこれやっぱ結構ほら傷がねあるから、なんかこうストレスかかるとフルーツ甘くなるって言うじゃないですか。そうなんだ、初めて知った。そうですよ。そうなんですね。そうなんですよ。なるほど、ストレスを甘みに変えて。そうなのだったと思う。いやでもその目線で言ったらってことで、そういうことですね。だからやっぱりこう人間も年老いて、こう見た目はもしかしたら若い時よりはシワも増えちゃったりするかもしれないけれども、その生きてきた年数と経験と最高は常に更新されているっていう。なるほどね、なるほどね。まさにバナナもそういうことです。なるほど、今がベストだぜ、なるほどそうですね。まあそんな感じで今日はこういうことをやってみたわけなんだけどね、いやでもよかったちょっとなんかもう自分の説明にこうって思いつつも、でもなんかこのトライしたことによって気づけた新しい一面とか、やっぱ意識していいところをこう見つけるっていう心持ちがあるからこそ発見できること、気づけることってあるね。いや、そうですね。言うぞって思わないと出てこないから、褒めるぞって思うからこそやっぱ出てくる言葉っていうのは、どこがいいとこなんだろうみたいなね。そう。まあこれよくね、人とかに関してはね、それこそゲストで笠島さん夫婦が来てくれた時もそうだし、その前の回でお互い褒め合うゲームもしたじゃないですか。人は確かに言いがちなんですけど、物とか状況に対してもやっぱ同じことを言えるなって思って、例えばなんかもうこんちくしょうって思うような状況とか問題ってやっぱ世の中生きていけばそれあるし、今のコロナも普通に嫌だな、早く終わってほしいなって思う。別になんかそれでコロナがあってよかったとめっちゃ 100% 言い切れなかったとしても、でもその中でも良さを見つけるっていうのはやっぱり大切だなっていうのを改めて思ったし、ローマ人への手紙の聖書の中でね、5章の3節からこういう御言葉があって、そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。でなぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですって書いてあって、やっぱ忍耐とか困難とかね、こう大変なストレスっていうか、ね、ちょっと大変なこととかね、チャレンジがあるってすごく嫌なんだけれども、でもこれを通してもたらされるものがあるというか、このことがなければいけない場所がある、ね、できなかったものがあるとか、そういうことってたくさんあると思うんでね、なれなかった自分がいるとかね、そうだからでもなんかこう僕らの反応的には嫌な状況とか、好きではない物事わかんないけど、目の前にあるとどうしても反応としてはうわっってなるじゃない。そうでもそこに対するこうなんだろうな、期待っていうか、これを通して何がもたらされるように神様がこう用意してくれてるんだろうってね、そういう同じ状況なんだけど、その心持ちが変わると、そこに対してのアプローチが変わることってすごくあると思うね。ありますね。やっぱこう嫌いな上司とかが目の前にいた時に、あの人のその上司の愚痴をあの人なんたらなんたらかんたらって言うこともできるけど、この人がいるからこそ今後こういう人に会った時にこうやって言ったらこうもっとうまくいくんだなとか、なんかそういうその苦手な人へのアプローチの仕方を学べる機会にもなるしっていう、本当見方変わるだけで、またしかもその上司のいいところを意識的に探すことで、その人こういうとこ苦手だけどでもこう愛そうってすごく思えるっていう、愛すことができる、それを選んでいくことができるっていうふうに
なっていくと思うので、やっぱ自分の心が見方が変わるときに、全然違う景色広がってるなっていうのはすごく感じますね。いやそうだね、なんか最近自分の知ってる人でね、一つその彼がしてしまったというか、してしまったっていうか、それも賛否両論ある事柄なんだけど、でもそれに対してこういろんな人がものすごくこう彼にものすごくいろんなことを言ってね、まあ、炎上しちゃったっていうかね、そうでもそうなるともうなんかそういう人たちはもうその彼のいいところを見ようとしないんだなっていうのはすごく残念だったんだよね。なんかしかもそれを言ってる人たちっていうのはその人の人となりをあまり知らないというかね、なんかそういう中で一つ何かダメなところがあったらそこだけ集中的に見ていって、そうでもなんか彼にはどんないいところがあるんだろう、彼がいるからどんな人が励まされるんだろう、どんな人がねこう助けを受けるんだろうとか、なんかそういうのを見る心をまず自分たちがこう養いたいよね。だし僕らはこう相手をこう叩きのめすためにこういるんじゃなくて、やっぱりこう愛し合って支え合って一緒に歩んでいくためにいるから、それを一緒にやるためには相手のいいところを知らなきゃいけないし、だからもしかしたら鍵は自分の周りじゃなくて、自分の周りの人じゃなくて、状況じゃなくて、物じゃなくて、もしかしたらまず自分たちの心が変わっていくときに、他のものも変わっていくきっかけになるんじゃないかななんて。いや今それ聞いてて、ルカの福音書の体の明かりは目です。あなたの目が健やかなら全身も明るくなりますが、目が悪いと体も暗くなります。何を見るにしてもどのように見るかっていうのが本当に鍵だなっていうのは改めて思わされるし、そうね、賭けがある人を許したり、逆に賭けがあってもあなたこういういいところあるよねっていう風にこうやっぱ視点を変えられる始まりって本当に自分だなっていう風にも思うし、人もそうだし物もそうだし、また自分自身においてもいいところを見て、認めていっていくっていうのはとっても大切ですね。そうですね。これを誰が見てるのか分かんないんだけど、あなたは素晴らしいよって伝えたいですね。本当に、なんか確かに私たち人間だからやっぱり賭けはあるし、私も本当にもう本当もうダメだなって思うところもたくさんあるけど、なんかでもすごい私にとってもいいリマインドになりました。自分こういういいところもあるなって、すごいそこを素直に認めたいなって思ったし、でも自分がこういうとこいいとこあるなって多分皆さんも自分で分かるところあると思うんだよね。なんかそこを素直に受け取る、受け取っていいんですね。なんか他の悪いところが見えたからなんかそこがもう全部台無しとかダメなんじゃなくて、それはそれとしてあるのかもしれないけど、でもそれと同時にあなたが頑張っていることは確かだし、あなたが素晴らしいことも確かだし、だから他の悪い面によってそれをなしかのように信じないでほしいなって思うのが僕らからの願いですね。はい、はいはい、ということで第22回のラウレアタイムズも、皆さんのふとした瞬間の励ましになりたいと思っています。願っています。はい。で次回のラウレアタイムズは10月の27日水曜日夜7時半からです。はい。ゲストが来るのか来ないのかね、ちょっと今ゲストの人と予定を調節中なんだけど、はい、その彼が来てくれたらまこれもね最高ですね。はい。彼っていうのがヒントですね。そうですね、そうですね。彼が来てくれたらね。わかりました。まあちょっと中途半端なものまねですね。はい。では皆さんも楽しみに待っていてください。ではまた次回のラウレアタイムズでお会いしましょう。God bless you! バイバーイ